マイク変えてみました。こんにちは、メロニカです。突然ですが、皆さんに問題があります。世界には言語がいくつあるでしょうか？シンキングタイムスタート。3、2、1。はい。正解は多分7000以上。多いよね。だってさ、世界に200カ国ぐらいしかないのに、言語その30倍ぐらいあるもんね。で、私が参考にしたのが、このエスノローグっていうサイトなんだけど、そこ曰く7117個あるらしい。で、このエスノローグって何って思うんだけど、これを運営してる団体っていうのが国際 SIL って言って、主に聖書の翻訳をしてるんだけど、他にも言語一つ一つに3文字のコードを当てはめてるの。例えば、日本語、ジャパニーズだったら JPN みたいな感じになります。で、もちろんね、見るサイトや資料によってはばらつきがあるんだけど、大体このぐらいあるって知ってください。じゃあ2問目。世界で一番言語の多い国はどこでしょう？ヒントは東南アジアです。シンキングタイムスタート。はい。正解はパプアニューギニアです。パプアニューギニアどこやねんって思ってる人多いと思うんだけど、地図載せてみます。ここです。で、言語の数が驚異の840個。パプアニューギニアの人口が約670万人ぐらいらしいから、もう人口に対する言語の数よ。すごいよね。みんな意思疎通取れてるのかな？ちょっと一回行ってみたいね。2位以降のランキングはこんな感じになってます。同じ東南アジアのインドネシアが2位で710。これもすごい多いよね。3位がアフリカのナイジェリアで517。4位がインドで453。インドはあれだよね。公用語がすごい多いことで有名だと思います。で、次が日本のお隣の中国で307。聞いたことあるかもしれないんだけど、中国語って実はいろんな種類があって、それが含まれてるっていう形かな。で、次がメキシコで289個。メキシコだとマヤ語っていうかマヤ文字が有名かな。個人的にはケツァル語っていうのをいつか勉強してみたいなと思ってます。友達が研究してるのでちょっと教えてもらおうかな。で、次がカメルーンで274個。カメルーンはね、あんまり詳しくはないんだけど、確か公用語が英語とフランス語。で、メディア、だから新聞とかテレビとかも両方の言語でやってるらしくて、これ2つともさ、喋れたらめっちゃ有利だよね。就職とかどこでも行けるじゃん。で、次が結構意外かもしれないんだけど、アメリカで、なんと227個。聞いたことがあるかもしれないんだけど、ネイティブアメリカン。もともと先住民っていうのがすごく多くて、彼らの言語が含まれてこの数になってると思います。で、同じくオーストラリアも227個で、有名なのはアボリジニ。だけど、他にも部族がいて、結果こういう数になったかなって思います。そして最後が、私の出身のブラジルがなんと218個。私もね、調べてみるまで知らなかった。ごめんなさい。ブラジルにわかだね。でもポルトガル語以外あるのは知ってるの。いつかね、また動画にしたいんだけど、みんなもね、聞いたことあるような単語が実はブラジルの先住民たちがもともと話してたものっていうのがあるから、またね、動画にしようかな。最後の問題です。日本には言語がいくつあるでしょうか？日本人のみんなだったらね、余裕でしょう。シンキングタイムスタート。3、2、1。はい。
正解は9個です。知ってた？絶対知らなかったでしょ。私も知らなかった。まあ日本語はもちろんだし、北海道のアイヌ語、漫画だとゴールデンカムイとかに出てくる言葉だけど、まあすごい有名だと思うのね。でもその他にも、東京の八丈島で話されてる八丈語とか、琉球諸島の沖縄の周りの島で話されてる奄美語、国後語、沖縄語、宮古語、八重山語、与那国語っていうのがあります。知ってた？聞いたことあるかな？私のリスナーさんにもしね、沖縄出身の人とかいたら、実際どんな感じか教えてほしいです。ここで思い出してほしいんだけど、私が言ったこと覚えてる？多分、7000個以上なのね。で、多分って何って思うでしょ？正確な数がわからない原因の一つが、言語と方言の違いが人によって変わってくるから。例えばさっき例に挙げた沖縄の言語って聞いても多分ピンとこないと思う。どっちかというと方言なんじゃないかって考える人がいても全然不思議ではないです。じゃあ言語と方言ってどう違うのっていうのはまたいつかお話できたらいいなと思います。まあ、ちょっとだけ言うと決して近い遠いとかじゃないのね。昔 CM であった車の CM でかな、フランス語っぽいのを喋ってると思ったら実は津軽方言、青森の方言を喋ってたみたいな。だから聞き取れないから外国語ではないし、聞き取れるから実は方言とかではないのね。まあまたお楽しみは後に取っておきましょう。いかがだったでしょうか？日本の中だけでも知らない言語ってたくさんあって、世界中には本当にもう数えられないくらい言語があって、もう私はそれ聞くだけ幸せなのね。もう変態かもしれないけど。で、まあみんなも少しでも自分の言葉、自分が日々使ってる言語というものに興味を持ってくれたらすごい嬉しいです。まあ、あわよくば言語学勉強してくれる人増えないかな、増えてくれたら嬉しいです。本日の動画は以上になります。この動画を気に入ってくれた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。